皆さん、森のニーナです。皆さん、今のホームケア、スキンケアに満足してますか？今日紹介するものは私にとって高いお金を出すだけの価値があるなって本気で思えたものなので、一度はね試してみてほしいなと思います。実はね、私去年まで1年間ぐらいホームケアだけでどれだけ肌をいい状態をキープできるのかっていうのを自分の中で実験してたんですけど、合間でね久々にエステとか行ったりするとやっぱり肌の位がワンランク上がるんだよね。でやっぱり医療は偉大だとしみじみ感じてる今日この頃なので、今日は今までやった美容医療の中で今年33になる私が改めてやってよかったと思うものを厳選して4つ絞りました。医療はねやっぱ違うよね。でもやっぱ医療だから事前に口コミだったり評判だったり、あとは自分との体質の相性とかの判断も必要だから、そこはね気をつけてください。今日紹介する内容としてはエイジングケア、小顔、くすみ、あとはデンタルに関して紹介します。持続効果とか価格、あとは体験談なんかについてもお話ししていくので、ちょっとでも参考にしていただけたらなと思います。それでは始まります。スタート。まず1つ目はヒーライト。11分間顔にライトを当てるだけっていう施術なんですよ。やり方も斬新だし、結果を見た時もすっごい感動した。肌に張り感が出てツルツルピカピカになる。価格は私が知ってる中で一番安いので4000円で、高くて6000円くらい。引っ越して全然今ちょっとやれてない状態なんだけど、やってた時期はコンシーラーとかファンデーションとかいらない。アラサーになってからのヒーライトの感じ方としては、肌が若くなった感じになる。でこのヒーライトを知ったきっかけっていうのがこれちょっと面白くて、私が初めて行った美容皮膚科医の受付のお姉さんがめちゃくちゃ肌綺麗すぎて、思い切って「すっごい肌綺麗ですね、何か特別な施術とかやってるんですか?」って聞いたら、このヒーライトっていうのを毎日その人は当ててるらしくて、ずっと続けてればほんと老けないですよって言われて、こうなりたいと思ってその欲望に押しつぶされて予約をわざわざ変更して、その日ヒーライト当てたんですよ。で施術内容としては、まずはメイクを落として美容液とかね何か塗るわけでもなく、そんなねすっぴんの化粧水も塗ってないカラッカラの肌にただヒーライトを当てるだけっていう施術です。はい、今から11分当てますって言われて、11分ですかって聞き返しちゃいましたもん。正直それで5000円は高くないって不信感抱いたんですけど、終わった後鏡見てびっくり。見た目はピッカピカに輝いてるし、触り心地もとにかくね弾力がすごいので、ヒーライトの仕組みはというと、医療用の高密度 LED 照射なんですね。施術中の様子はこんな感じで、結構顔から距離が近いので、閉所恐怖症の人とかはちょっと離して使うこともできます。感覚としては痛みとかは全然なくて、ポカポカとね暖かくなってきます。用途としては肌再生に必要な細胞を活性化させてくれるから、張り感が出たりシワ、くすみ、たるみの改善、ニキビとかニキビ跡、これのために施術してる人がね多い。あとはアトピー性皮膚炎、赤ら顔の改善、ダーマペンとかそういった傷をちょっと伴うような施術と合わせてヒーライトを使うと治りが早くなるっていう使い方をするらしいので、私の使い方はクリニックによっては特殊な使い方だって思われることもあるので、カウンセリングの際にドクターに何のためにやるんですかっていう風に聞いてこられるクリニックさんもあることは知っておいた方が驚かないと思います。さらにこれクリニックでは言ってなかったんですけど、調べてたらね育毛までしてくれるそうです。髪の毛にもエイジングサイン出るからさ、ここまで抜かりなく細胞ケアができるのはこの機械だけだと思うんだよね。持続性で言うと結構スキンケアの感覚と似てるかも。続けてるうちは保てる、でもやめるとやってない時に戻る。で私は1ヶ月に週に1回通っていたので、1ヶ月で2万くらいかな。お金かけてもエイジングケア、美肌を保ちたいっていう方にはおすすめです。このヒーライトに関しては私本当にその店員さんの肌みたいになりたくて、どうしたら毎日使えるんだろうと思って考えたんですけど、これを買って自宅に置いてサロン開くしかないって思ったくらいめちゃくちゃ欲しい機械です。実は当時ね定期預金してたんで、本当にそれを引き下ろしてやろうとしてたんですけど、そのタイミングでコロナになっちゃって引っ越してなしってなったんですけど、まだ諦めてないです。ヒーライト自宅に置きたいです。続いてシュリンク。
別名ウルトラフォーマー3です。シュリンクっていうのは英語で縮むという意味で、韓国で流行っているいわゆるハイフの一種です。ハイフっていうものは筋膜を引き締める治療法なので、リフトアップだったり小顔効果を得られる医療機械になります。でもシュリンクに関しては効果の結果が結構ハイフの域のレベルではない。私の中ではハイフとシュリンクは別物だと思ってます。普通のハイフとシュリンクの違いはというと、普通のハイフはむくみが引いた状態が長めに続く感じ、リフトアップ効果があるから印象的にはシュッとした感じにはなるんだけど、輪郭が目で見てわかるくらいの小顔にするのであれば結構回数を重ねないと効果を得られないです。一方でこのシュリンクは1回でかなり効果を実感できます。めちゃめちゃ顔小さくなります。私の体感として10がマックスだとすると、このシュリンクは7くらい、ほんと整形に近いくらいと言ってもいいぐらい激小顔になります。価格は私が初めてシュリンクをしたのは韓国で6万円でした。日本でも最近入ってきて、高いとこだと15万くらいするんだけど、安いところだと4万ぐらい出てきます。やってよかった理由としてはね、自分の人生史上最高に小顔になれたっていうのもあるんですけど、長年悩んでいた頬骨の出っ張りが解消された。ここ2年行ってないから戻っちゃったんだけど、当時やった時はこのね、笑った時のこのアンパンマンみたいなこの頬骨、印象もなんか我が強く見えるし、女性らしさがなんかなくなるし、鏡見るたびに萎えてて本当に悩んでたから、今までだったらウルトラアクセントとか通常配布をやる時にも頬骨にしっかり当ててもらったりっていうのをしてたんだけど、特に変化はなくて、韓国でこのシュリンクをやったら初めて頬骨が小さくなったの。おまけに顎周りも横から見るとすごいスッキリしてるから、初めて見る輪郭だった。照射時の温度が65度から75度が最もね、コラーゲンを生成させてくれる適した温度らしくて、新しいコラーゲンをどんどん増やしてくれるそうです。だから小顔になれるだけじゃなくて、高いリフトアップ効果と張りや弾力も出て、たるみも改善されます。シュリンクの持続力なんですけど、私の体感的には1年半ぐらい持続しました。私の時は丸々1年はちゃんとその効果を持続されてて、そこから半年かけて徐々に戻っていく感じ。手術整形に不安とか抵抗がある方だけど小顔にはなりたいっていう方にとってもおすすめです。ずっとやってなくて、この頬骨と輪郭も受け入れつつあったんですよ。でも最近日本でもシュリンクが手軽にできるクリニックが増えたのを知って、ちょっと今回レビューも兼ねて2年ぶりに予約したので、直後の映像を紹介します。シュリンク終わったんですけど、直後だとまだそんなに変わりはないですね。家に帰ってきたんですけど、まだ全然腫れたりとかはないですね。触ると痛いです。腫れました。はい、こちらが、一番直近の映像になっていて、10日後の様子です。頬骨にね、大きな差はまだないんですけど、顎周り、輪郭周りがね、かなりすっきりしました。本当はね、1ヶ月後ボーンって感じで出したかったんですけど、ちょっと配信日の関係で10日後っていうアフター動画になります。ここからね、1ヶ月後くらいになるともっともっと引き締まってくると思うので、今後の YouTube 配信動画でちょっとずつ痩せていく輪郭に注目していただけたらなと思います。続いて T シーズ。このチャンネル始まった当初から私の歯についての質問がめちゃくちゃ多かったんですよ。以前ね、動画でもたまに答えてはいたんですけど、実はこの白い歯はセラミックとかではなくて T シーズというものを貼ってます。貼るって感じですよね。どういうものかっていうと、自分の歯は一切削らずにそのままの自分の歯の上から薄い T シーズっていうものを貼るんです。なんで私がそんなホワイトニングをズルしたみたいなことをやったかっていうと、実はね、
ね、私もねホワイトニング何回か通ったんですよ。でもやめました。もっと簡単に言うと意味がなかった週に一度はカレーライスを食べるし、コーヒーとか紅茶とかね、色素が濃いものが大好きなんですよ。でホワイトニングしてる期間はそれらを避けなきゃいけないし、ホワイトニング終わった後も気をつけなきゃだし、しかも白さを保つにはずーっと通い続けなきゃいけないっていう、こんなの続けられないよと思って友達におすすめしてもらったティーシーズを検索してすぐ作りに行きました。効能としてはホワイトニングだけじゃなくて、ちょっとだけなら歯並び形とかを変えられます。現にあんま見せたくないんだけど、元々の歯よりも1ミリぐらい長くしてもらったんですよ。でちょっとだけ前歯を幅を大きくしました。私の歯ってちょっとへこみ気味だったのでちょっと出してもらった感じです。価格は1本57,000円です。工程としてはまず予約してカウンセリングを受けて、作る申し込みをする前にシミュレーションができるんですよ。簡易的な T シーツ代わりみたいなものをその場で作ってもらって、歯に貼って、色味はこんな感じです、形はこんな感じですってやってくれて、形色をチェックできます。シミュレーションが終わったら申し込み、その後は装着して完成です。だいたい2週間くらい待った気がしますね。最短2回通うだけで治療が完了します。ちょっと見せます。本当はねメンテナンスとか行かなきゃいけないんですけど、1年ぐらいメンテナンス行ってないので、ちょっとここに指が入っちゃってて、まあそういうこともあります。この6本です。これは自分の歯です。デメリットとしては下から見ると張ってるのがわかる、こんな感じ。続いてフォトフェイシャル。私が美容医療っていうものを信じるきっかけになったと言っても過言ではない施術です。肌ってこんなに変われるんだって本気で思いました。だいたいすっぴんでも肌の色が均一な人はこれやってます。私も20代の頃に、当時本当にエステ大好きで通いまくってたんですけど、アナウンサーの子だったりモデルの子はみんなやってるってくらいやってました。当時周りでやってない子がいないってぐらい、私の周りではブームが来てました。私もピーリングとフォトフェイシャルを2週間おきに交互にちゃんと通ってました。できっかけとしては、私の小鼻の赤みを直したいっていう相談から始めて、最初の2回3回くらいの時は何にも変化を感じなかったんですよ。別に劇的に変わるとは鼻から期待していなかったので、普通に担当の方から言われた通り通ってたんですけど、4回目に突入した時、終わった後鏡見て思わず看護師さんに「えっ?」てなんか肌すごい白くなったんですけどって言ったら、フォトフェイシャルは徐々にシミとかを浮き上がらせて、もしかしたら今回の施術で削ぎ落とされたんじゃないですかねって言われて、結果も結果だったのでめちゃくちゃ納得しちゃいました。でフォトフェイシャルをやるとどうなるかっていうと、マジで顔から何もなくなる史上最強の肌、私手に入れたわって本気で思ったもんね。毛穴はないし、小鼻の赤みはないし、とにかくシンプルに顔の色が均一になった。どういう原理でフォトフェイシャルが肌に働きをかけているかっていうと、フォトフェイシャルって光なんですね。その光はピンポイントで肌のトラブルの元になるメラニンとかにダメージを与えるんですよ。ピンポイントだから周りにある素肌とかは傷つかないから、肌には負担がないって言われてます。今年は頑張って通おうと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。今日は私の今までやってよかった美容医療の紹介でした。美容医療なんでね、個人差はあるし、スキンケアとは違ってなかなかの変化を肌に良くも悪くも与えたりするので、しっかり事前に口コミとか評価とか、私のこの動画だけを参考にせずにリサーチはした方がいいと思います。私が紹介した4つのメニューの中でね、やってみたいなと思ったものとかがあったらコメントでよかったら教えてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではまたね。